こんにちは。イギリスオックスフォード在住のナノハです。今回はイギリスに住む私の一日をお届けしようと思います。食事の様子や最近始めたフリーランスとしての仕事の進め方などお話ししていきます。ぜひ最後まで見ていってください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。私の一日は歯磨きからスタートします。ちょっとだけ聞こえるかもしれませんが、我が家では深夜に洗濯機を回しています。洗濯に時間がかかるので、起きた時に終わっているよう時間設定をしています。こちらのお水はテスコというスーパーのプライベートブランド商品です。私が知る限りでは、イギリスで一番高度の低い軟水です。この後はお水を飲みつつ仕事をします。私は去年の12月くらいからフリーランスのエンジニアとしてお仕事を始めました。日本の会社さんと取引をしているので、時差のこともあって早く起きるようにしています。急ぎの連絡や遅れているものがなければ、朝の時間は YouTube の編集に当てています。YouTube がなかなか更新できていないですが、気長にお付き合いいただけると嬉しいです。朝ごはんの準備をしていきます。朝ごはんはある程度固定化していて、基本はパンが主食です。パンと一緒に鶏肉とか冷凍食品をオーブンで温めて食べます。冬はスープを作っておいたり、時間がある日はレタスも用意しています。こちらはスカンピというエビのフライです。パブのメニューにもよくあるので、イギリスに来たらぜひ食べてみてください。マッシュルームがあるので醤油バター味にして食べようと思います。シンプルにオリーブオイルと塩コショウでも美味しいし、その日の気分で味を変えて楽しんでいます。オーブンに入れて17分くらいで完成します。その間に夫のお弁当の準備をしていきます。前日に残しておいたご飯とハンバーグに合わせて茹で野菜と卵焼きを準備します。スーパーにこういった野菜セットが売っていて、お弁当用に買っています。卵焼きは白だしと水を加えてだし巻き卵風にしようと思います。全然動くよくなかった。フライパンがね。朝ごはんを食べ終わったら食器洗いと洗濯物を片付けて身支度を整えます。身支度を整えたらコーヒーを飲みながら朝やっていた作業の続きをやります。夫はだいたい7時から7時半くらいには会社へ出かけていて、それまではお互いに仕事をしていることが多いです。夫が会社へ出かけていき、やっている作業も一段落したので、一日の予定を決めていきます。自作のフォーマットがあるので、これを埋めて一日のスケジュールを決めます。まずは左ページの朝時間のタスクをチェックします。前日のうちに朝にやることを決めておいて、達成できていたらチェックします。続いて右ページに移り、今日のタスクを決めていきます。仕事に関するタスクは Notion というメモアプリにまとめているので、それを見ながらその日のタスクを書き込みます。散歩に行くとかタスクではないけどやりたいことなども書いておきます。タスクが書き出せたらどの時間帯に何をやるかを決めて左ページにスケジュールを書き込みます。スケジュールの時間軸にある2つの数字はそれぞれイギリス時間と日本時間を表しています。日本とミーティングをするときはここを見ながら時間設定をしています。
ここまでできたらバインダーに挟んで置いておきます。スケジュールに沿ってタスクを消化しながら一日を過ごして、夕方になったら振り返りをします。お昼ご飯の準備をしていきます。お昼ご飯は前日の残り物やサラダなど簡単に用意できるものを食べることが多いです。この日は前日にスーパーで買っておいたサラダを食べました。一人で食べるのはなんとなく寂しいので YouTube を見たりインスタを見たりしています。仕事のキリが悪かったのでささっと食べて続きをやりました。一段落したのでお散歩のついでにカフェに行きます。自宅から徒歩15分くらいのところにあるので散歩のついでにたまに来ています。散歩から戻り仕事を再開しました。この日はイギリスでは珍しく暑い一日でした。暑いと言っても窓を開けて風通しを良くすればなんとか過ごせます。ちなみにイギリスのアパートにエアコンの設備はありません。たまに寝苦しい日もありますが、去年の夏は扇風機すら買うことなく過ごせていました。今年も扇風機を買わずに過ごせるといいなと思っているところです。夕方5時を過ぎたところで朝に書いたタスクとスケジュールを振り返ります。まずは右ページから。決めたタスクが完了できたかのチェックと、一日の良かったことや良くなかったこと、改善策を記入します。左ページに移り、スケジュール欄の右側に一日をどう過ごしたかを記入していきます。一日の過ごし方記録は書かない日も多いので、フォーマットから外そうかなと思ったりもしています。すべて埋められたら、翌日の朝にやりたいことを書いて、翌日用にフォーマットをセットして完了です。夜ご飯の準備をしていきます。普段は夫からの帰宅連絡をもらってから準備を始めることが多いです。この日は炊き込みご飯を作るので先に準備をしました。炊き込みご飯だと早く作っても温かいまま取っておけるので助かります。こちらの油揚げは冷凍のものでセインズベリーズというスーパーに売っていました。椎茸はキノコ売り場の隅っこにひっそりと置いてあります。いつもはひょろひょろな椎茸が多いですが、この日はふっくらとした椎茸でした。炊き込みご飯がセットできたので、ツナサラダ用にインゲンを茹でておきます。炊き込みご飯の時のおかずはいつも悩むのですが、皆さんはどんなものをおかずにされているでしょうか？我が家はツナサラダか揚げ出し豆腐にすることが多いです。インゲンが茹で上がったので、残りは夫の帰宅連絡が来てから仕上げようと思います。連絡が来るまで終わらなかった分の仕事をしながら待ちます。そろそろ夫が帰ってくるようなので夜ご飯を仕上げていきます。鮭の皮を剥がして軽く混ぜたら炊き込みご飯は完成です。続いてツナサラダを作っていきます。我が家のツナマヨにはちょびっとだけ醤油を入れています。インゲンを切ってツナマヨと合わせたらサラダも完成です。時間があったので味噌汁も作りました。おー、美味しそう。美味しそう。この動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今後も私たちのイギリス生活や旅行の様子をお届けします。感想などをコメントしてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
菜の葉でした。